インモールドの72分の1スケール日本海軍零式艦上戦闘機52型三菱製初期型の仮組みを行います。2025年10月に発売されたキットですよね。かなり話題になってました。そうそう、元は2011年にモデルグラフィックス誌の付録として展開されたあのマガジンキットがベースになっているのだ。マガジンキットの冷戦シリーズですね。2007年の21型から始まり、2009年に32型、そして2011年に52型が出て、2013年に22型と続いた企画でしたね。その通り、クオリティの高さが当時から評判だったんだけど、基本的には付録限定で一般販売されなかったのが特徴なのだ。どうして一般販売されなかったんです？当時モデルグラフィックス誌での鈴木社長のインタビューによるとね、最新技術と多額の開発費を投入したキットをあえて雑誌の付録にして、しかも即絶版にする、そんないたずら心が最初のきっかけだったらしいのだ。確かにインパクトはありますよね。話題にもなりそうだし、雑誌企画ならではって感じね。もう一つ理由があるらしく、普通に販売すると価格が5000円近くになってしまうという問題があったそうなのだ。でも雑誌付録という形なら短期間でまとまった数をさばけることが保証される。そのおかげで売価を抑えて提供できるのではと語っていたのだ。なるほど。こだわりすぎて高額になってしまうキットでも雑誌付録なら現実的な価格で提供できるわけね。そしてもう一つ、普段ファインモールドのキットに触れない層にもお試しの機会として届くことを期待していたのだとか。新規ファンの開拓にもつながる企画だったわけですね。ただ気になったのがね、鈴木社長は再販は絶対にしませんと断言していた点なのだ。今回思いっきり再販されてますけど。実はね、今回以外にも例外的に再販されたケースがいくつかあるのだ。あるんだ。まず12士艦上戦闘機と零戦11型のセットが一般販売されたことがあったのだ。確かにマガジンキットではその組み合わせは出てませんでしたよね。さらにデキソー乙女シリーズでは22型が単品販売されたりもしていたのだ。22型はマガジンキットで出てたけどスケールアビエーション誌でしたしね。雑誌が違えばセーフ判定なのかな。他にも愛知航空ミュージアム限定で52型が売られたり、講談社の永遠のゼロ戦プラモデルシリーズで52型を含む冷戦シリーズが再生産されたりと、実は結構例外が多かったりするのだ。絶対に再販しないとは一体？まあ企業だからね。昨年発売された48分の1スケール令和の冷戦が好評だったので、その勢いを受けて72分の1スケールでもリブートしようという判断があったのだと思うのだ。企業活動としては当然よね。新製品を出すためにも利益は必要ですし。そうなのだ。儲けてもらわないと新しいキットも生まれないのだ。ところで令和の冷戦って新交渉によって52型の分類がさらに細かくなったんですよね。そうなのだ。その最新交渉を受けて今回の72分の1スケール版もアップデートが行われているわけなのだ。そして今回のキットは52型の中でも三菱初期型なんですよね。その通りなのだ。52型の象徴ともいえる水力式単排気管ではなく、22型までと同じ通常の排気管を採用しているのが初期型の特徴なのだ。ほぼ同時発売の三菱中期型は水力式単排気管でしたね。そうそう。だから今回は初期型を選ぶことで排気管形状の違いがはっきり見えて、比較としても面白い内容になるのだ。ではなぜ初期型の方をチョイスしたんです？マーキングなのだ。胴体にずらりと並ぶ撃墜マーク、あのデザインがとても魅力的で、今回は冷戦虎鉄こと岩本鉄造機を選んだのだ。昭和19年のラバウル航空戦線のマーキングですね。そうなのだ。冷戦の中でも特に映えるマーキングなのだ。ところでキットの構造的特徴を簡単に説明してもらえますか？まず注目すべきはランナー構成なのだ。冷戦の実機イメージに合わせてランナー色が分けられているのだ。胴体と主翼はグリーン、カウリングや脚部はブラック、エンジンやプロペラはグレー、操縦席は明るいブラウン。まさに実機イメージカラー構成ですね。そうなのだ。まるで昔のマッチボックスを思わせる多色成形だけど、こちらは実機に近い配色で構成されているのが特徴なのだ。マッチボックスは実機色とはかけ離れたカラフル成形でしたけどね。このキットは初心者にも配慮して、組むだけで雰囲気が出るように配慮されているかな。マガジンキット時代は少し違うランナー色だったみたいね。操縦席周りは三菱系の機体内部色っぽい色。スピナーやエンジン周りはシルバーとなっていたのね。そうなのだ。そして箱も従来のプラモとは違うんですよね。
そうなのだ。キャラメルボックス方式で、これもどこか懐かしい雰囲気が漂っているのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは離陸直前の冷戦ボーニー型なのだ。背景はニューブリテン島のラバウルってことかしら。箱の中身はグリーンのランナー3枚、ブラックのランナーが2枚、グレーのランナーが2枚、明るいブラウンのランナーが1枚、ポリキャップ、透明パーツが1枚、デカールが1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは3種類。大2号3航空隊で岩本鉄造機、同じく大2号3航空隊所属機、大2号2航空隊所属機となる。なるほど。部品点数は全部で90点。72分の1スケールのレシプロ機としては部品点数はかなり多いですね。それではファインモールドの72分の1スケール零式艦上戦闘機52型三菱初期型の仮組み始めるのだ。最初に座席の組み立てなのだ。ふむふむ。座席は全部で6パーツ構成となっている。いきなりハイディテールですね。そしてケーキパネルの組み立てなのだ。ケーキパネルは全部で4パーツ構成。ケーキはモールド表現ですね。そこに細かいデカールを貼り込むわけね。そうなのだ。次は操縦席ね。操縦席は先ほどの座席とケーキパネルに加え、操縦席床とラダーペダル、操縦桿なのだ。操縦席の出来上がりはこんな感じですね。パイロットはついていませんね。ここまでハイディテールだと逆に見せたいので、ついてなくても問題ないのだ。胴体の内側にも操縦席のパーツを組み込むのね。そうそう、右側には6パーツを接着する。左側は3パーツ接着するわけね。次はエンジンですね。エンジンは10パーツ構成となるのだ。見えない裏側まで作り込まれているのだ。そしてカウリングね。カウリングは全部で3パーツ構成となる。カウルフラップの開閉選択ができるみたい。次はプロペラね。プロペラは全部で4パーツ構成。スピナーの前後にプロペラとポリキャップを挟み込む。選んだマーキングによってスピナーの形状を選ぶわけね。エンジンとカウリング、プロペラを合わせるとこんな感じなのだ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟んで接着となるのだ。胴体を接着したら尾翼にラダーを取り付けるのね。その他にも機首の上面部分と操縦席のヘッドレストも組み込むのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。オーモールドとなります。パネルラインはシャープで好印象。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で8パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。その他に機銃口も取り付けるのね。フラップも別パーツとなっているのだ。下げた状態ですね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらもオーモールドとなります。ここで胴体と合体ね。胴体と主翼を組み合わせたらこんな感じとなるのだ。最後は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造なのだ。いつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割とワンピースの選択式となっている。なので操縦席の開閉選択ができる。閉じる派にとってはワンピースがついているのは嬉しいですね。失敗した際の保険にもなるのだ。当然ながら透明度は問題なしね。開けた場合はパーツの厚みも気になるところですね。そうなのだ。次は足回りですね。まずは左右試脚からなのだ。試脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は2パーツ構成となっているのだ。ここには着艦フックも取り付けるわけね。次は細かいパーツの取り付けなのだ。ふむふむ。まずは左右主翼に 20mm 機関砲を取り付ける。左主翼には気筒管も取り付けね。胴体上部にアンテナを取り付けて、操縦席には照準器も取り付けるわけね。主翼上面に補助翼操作ロッドを取り付ける。そして最後は吊るし物ね。胴体下に増装を取り付けられる。増装は2パーツ構成となる。最後に総評なのだ。今回はファインモールドの72分の1スケール零式艦上戦闘機52型三菱初期型の仮組みレビューをお届けしたのだ。実際に仮組みしてみて全体的な印象はどうでしたか。新発売とはいえ
基本設計は2007年から始まったマガジンキットを元にしているのだ。とはいえ古さを感じさせないどころか今でも十分通用する精度と密度を持っていたのだ。確かに今の最新キットだと胴体の合わせ目処理やキャノピー枠とかさらに新しい技術が入りそうですが。そうなのだ。とはいえこのキットはパーツの精度がとても高いので合わせ目も軽く処理するだけで消せそうなのだ。大きく手を入れなくても塗装に進める、そんな気持ちよさがあったのだ。今回は明確には新規追加ランナーという感じはありませんでしたよね。ランナーの刻印を見る限りおそらく当時の金型をベースにしているのだろうね。ただ金型のメンテナンスやわずかな調整は入っているかもしれないのだ。カウリングや胴体ランナーには2008年の刻印がありますね。32型、22型のランナーということかしら。主翼は2010年の刻印、52型用のランナーっぽいのだ。操縦席やエンジン、キャノピーは2007年の刻印ですね。21型のランナーのままってことかしら。過去の金型構成を組み合わせて三菱初期型を再現しているのだ。マガジンキット時代に細かくランナーを分割した設計がここで生きている感じなのだ。当時もしこの内容で一般販売していたら5000円以上してもおかしくない品質ってのも納得ですね。そうなのだ。マガジンキットという形でまとまった数を1回で出荷できたからこそ高いクオリティのまま価格を抑えられた企画だったのだ。今回も3000円を切る価格でしたし高密度だけど手に取りやすい絶妙なポジションですよね。タイミングとしてはタミヤのオーバードコレクションよりも少し前に販売されたキットなのだ。21型で軽く比較したけど52型でもタミヤと鍋て比較したくなるのだ。なるほど。見えるところは徹底的に手を抜かないタミヤと見えない部分までもこだわるファインモールドってとこかしら。まさにその通りなのだ。その分タミヤは価格において有利なのだ。とはいえモデラーとしては選択肢があるのは嬉しいことなので作り比べるなど楽しみ方はいくらでもあると思うのだ。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。